ビートたけしです。よろしくお願いします。自分は絵に関してはアーティストだと思ってないし、実に小学生以下のレベルであって、ただ遊んでるだけだし。カルチェファンデーションの個展、今中国でやってて、自分の作品も見せたいと思ってる。エルベが日本へ訪ねてきたの。もう何十年にもなるんじゃない？で、映画見て、映画の中で絵を使ってるんで、花火って映画は。あれみんな俺描いたんだって言ったら、個展をやんないかって言うから、じゃあそれ作ろうってことになって2、3年かかった。人間の顔の色を子供に描かせると黒く描いちゃったり、黄色赤く描いちゃったりなんかする子がいるけど、自分の場合は基本的には小学生が描いた絵、そういう自由さが出せるようには考えてるんだけどね。動物が結構好きで、日本の生け花っていうのは花そのものの剣山に刺してアレンジメントするんだけど、あれだったら動物の体にひまわりさしてライオンって置いた方が面白いかなっていうか、あれ弁慶やってたっけな、蒸気機関車のミシンとか、あと恐竜を作ったり、いろんなゲームを作ったり、小学生がいっぱい来た。入場員数の記録作っちゃう。でも子供喜んでたから。絵に関してはアーティストだと思ってないし、遊びで作ったんだけど、適当でいいんだっていう、自画像です。秋津壁はもう、ある部分自分のことみたいなことって、その主人公の勘違いで、自分はアートの才能があると思って、自分がアートというものはどういうものかと近づこうとしても芸術は逃げていくみたいな感じで、本格的に目指すなんていう危険なことはやめようという。人が見てすごい人生ですねって言われても、自分がつまんなければつまんないっていうか、自分自身に自分が下した評価が面白かったって言えばいいという、まるっきりお金なくても何でもいい、住むとこがあってご飯が食べられれば好きなことやって暮らしたんだからいいなとは思ってるけど。あれは多分ゆとりというふうに言い換えてるだけで、諦め世代だと思ってるんだ俺はね。だから我々はすごい貧乏な地域の子だから、ちゃんとおいしいものを食べたいとか、あの人みたいにいい車乗りたいとか思ってガツガツ働いたけど、今の子はその花から諦めてるとこがあるよね。自分の今の位置から考えて、ああいう車も乗れない、ああいう時計もああいう宝石も買えないって諦めてる人と、自分の行動範囲を自分で規制してるだけだと思うんだよね。もっといろんなことやればいいのに。恥ずかしいなとこれ。昨日もね絵を描いてたんだけど、2枚描いてたんだけど、ピアノと小説を書くのと絵を描くのを部屋の中に3カ所あって、ご飯食べたらそこをぐるぐる回ってるだけで、テレビを見ながらピアノ弾こうかなって弾いて、それもすごい小学生がいるようなバイエルだから。で飽きるとまたテレビ見てサッカー見て、負けたとか言ってじゃあ絵描くかっていうと、なんか犬の絵を描いたりして、それ終わるとまだ寝る時間が早いなと思うと、小説のどんな小説書こうかなって考えたり、映画のシノプス考えたり、それで終わってお酒飲んでる日はそのままパタッと寝ちゃうし、学生の大学行ってた時みたいにレストランの前行ってメニュー看板が出てて、その値段を見てポケットに手入れてお金数えることがなくなったったのがそれが一番嬉しい。いつ入ってもお金払えるかなっていうね。
うちはお母さんのね教育の仕方がね、お金がない時はないだけのものを食べるっていうのが、高いものを食べたかったらそのお金を稼ぎなさい。あと安いものを買うんじゃないとかね、ほら安いから持ってけみたいな言い方をされて買うのは大嫌いだってみたいな。だからその癖がついてるから負けてくれとは絶対言わない今ね小説を一生懸命やってて、今年あと3冊ぐらい出るけど、若い時に芸能界でひどい目にあったとかそういう話はいっぱい書いて、まあ映画に関してはね、ただそれをまた蹴っ飛ばすような映画を作ってやろうとは思ってるけどシティバードすごい恥ずかしいです。それすごい下手なんだもん非常に恥ずかしい。汗が出てくるでも今もうたまにライブでたまに歌を歌うけど、この歌はほとんど歌ったことないね。難しくてもし神様っていうのがいるとしたら、相当神様が俺をひどい目に遭わしてるなと思うけど俺を罰当たりだと思ってるなと思って、だからもうそろそろ許してくださいっていういろんなことやらせないでよっていう急ぎ足でうつむいて行き過ぎる。でも俺は飛び立つのさ、いつか高く遠く